今日はねミシンでちょっと作っていきますので、よかったら暇な時に覗いていただけたら嬉しいです。ちょっと今までと全く雰囲気が変わる、北欧っぽい柄の生地を今回コラボ布として作らせていただきました。今度はどこのコラボかというと、デコレクションズさんです。もう今やね、もう楽天ショップ大人気のショップさんですよね。で、ようやくですね、ナイロンの生地の方も落ち着いたということで、こちらの方、紹介をさせていただきます。めちゃくちゃ可愛いでしょう。はい。でこれはですね、まだ発売は少し先になってしまうんですけれども、発売はね、秋ぐらいを、目安にしていただけたらなっていうふうに思います。なので今日はこれを使って作品作りをして、でそれをですね、今回、私は旅行に持っていこうと思って一回作ろうかなと思ったんだけど、なんならライブ中に作ってもいいなと思って、今回はこちらを紹介していこうと思います。デコレクションズさんってヌーノっていうサブスクをやられてるんですよね。でその時に先行販売されますので、もしヌーノっていうねサブスクやられてる方は早めにこちらが登場して購入できると思いますので、楽しみにしていてください。ちなみにこれはね、色違いとかはないですよ。もうこれは一色のみなので、私もこれだけですごく楽しめそうなので、すごくこれからの作品作りちょっと楽しんでいきたいと思ってます。で今回ですね、先に素材紹介をしてしまうと、合わせる生地、デコレクションズさんって主にシーチングの生地を使ってますので、そのシーチングの生地に合わせて今回扱っていくのがこのね、バイオウォッシュリネンっていうのがあって、これはハーフリネンになるんですけど、比較的薄地ではあるんですが、今回のこのシーチングとかと合わせやすい、比較的合わせやすい厚みの生地になってますので、今回ちょっと春めいてきたということで、春ですからね、私結構春になると黄色使いがちなんですけど、こちらを合わせていこうと思いますので、生地がね登場した時には早速参考にしていただけたらいいなっていうふうに思います。クローバーさんの皆さん、まだねこれまだ手に取ってる方はメンバー様が一番早いと思います。日本の国内の中でも多分わかんないけど。でこれとね、これがクローバーさん限定でカラー出したんですよね。でこれちょっと担当者の方がお付き合いあるので、先にこちらの方は注文させていただいて、私はメンバー様に先にね先行販売させていただきました。ちょっと私もね今初めて開けるんだけど、ちょっとワクワク。めっちゃ可愛いよ。ちょっとこれ使いますか今日。可愛い。リッパーも可愛い。クローバーの形をした待ち針と、これなんだろうね、糸通しか、糸通しがついてます。そしたら全体を待ち針で一回ね留めていきます。はい、そしたらこの角のところを切り落としていきます。5センチの角を作ります。5センチ角で、5センチ角にするとここが底のマチになるんですよ。このマチの部分になるんだけど、私は今回スーツケースとか持っていかなくてリュックで行くんだけど、その時にこうやって開いて使って、そのままギュッとしてギュッギュッっていう感じでこう閉じるっていう風にしたいんですよ。だからそうするとここのマチがやっぱりたっぷりあった方がいいなっていうことで、今回は10センチのマチを作ります。なのでそう端はね今24センチにしてるんですけど、25でもよかったかなと思います。幅は25センチで縦が40センチ。はい、私はもう切っちゃった後なんで変えられないからしょうがないんだけど、でマチは5センチのね正方形を作ってます。ボックスで作ると張りのあるしっかりとした巾着ができるけど、そうじゃなくてシーチングだと柔らかい感じの仕上がりになるので、なんか荷物かさばりたくないなっていう時とかはいいかもしれない。両端5センチの正方形で書いたところ、ここを2枚今重ねてるんですけど、2枚同時に切っていきます。よし、じゃあ切っていきます。ちょっと今日ちなみにですね、この生地
この生地上下ないですからね。どっちになっても大丈夫なの。発売になるのは、まあ、半年後以降になるんだけど、デコレクションズさんが「いいですよ」って言ってくださったので、じゃあすぐ出しますって言って、つい最近届いたばっかりなんだけど、こんな感じで4箇所ね切り落としたところです。そしたら何をしていくかというとですね、一回ちょっと外します。一回これを半分に折って、こんな感じで輪を作ります。ここが紐通し部分になるんですけど、これは特に前後どっちでもいいなと思うんだけど、前にするのを決めて、さっき用意してたタグ、このタグを挟んでいきます。で挟んだら仮止めしていきますね。ちなみにこのミナペルホネン買うと、こういうなんかマグネットでっかいバージョンが届きます。これ結構便利ですね。3.5 ぐらいのところでタグを仮止めします。仮止めはね、だいたい端から5ミリぐらいを目安にして、で職業用ミシンの場合ってこの押さえの端がだいたい5ミリぐらいになるようになってるんですよね。なのでそれを目安に、はい、縫って留めていきます。はい、音がすごい静かでしょう。油がねしっかり乗ってますからね。こんな感じです。仮止め。はい、そしたら今度は紐通しの印をつけていきます。もう一回待ち針で留めます。今度はこのマッチ以外のところを全部縫っていくので、平らなところを中心に待ち針で留めます。はい、一応ねクローバーさんの待ち針だけでやるからちょっと中途半端だけど、こんな感じで全体をまず留めます。そしたら今度は紐通し用の印をつけていきます。紐通し用の印はね、中心の合い印をちょっと一回入れて、まずちょっと折り目つけておくんですね。今中心の位置がこの折り目の位置になったところ、これですね。ここ中心の位置で、ここから 2.5 センチずつに印をつけていきます。カッティングマットとかがあれば定規使わなくていいんだけど、それで合わせていっちゃいます。ここは紐通し口なんで、ちょっと大きくしたいなと思ったら6センチとかにしてもいいと思います。あとここが返し口になってきますので、小さすぎるとちょっとやりにくくもなります。5センチぐらいで大丈夫かなって思ってるんで、中央をまたいで5センチだから 2.5 ずつになります。ここが紐通し口になるので、縫う時はここの部分は縫わないようにしますので、バツを書いておきます。こんな感じでバツを書いておきます。ここは片側が返し口になります。ここからここまでと、ここからここまで、そしてあとは平らな部分、ここの上の部分を縫っていきます。なのでこの L の部分は縫わないで縫い残しておいてください。あと必ず返し縫いを入れていきます。じゃあミシンでやっていきますね。その開き口のところはひっくり返すところでもあるので、しっかりと返し縫いを入れていきます。で周囲1センチで縫いますので、このマグネット早速使ってみようと思います。これ結構便利。これでちゃんとね1センチの線のところかぶるようにしないとちょっと縫い代大きくなっちゃうので、気をつけてやっていってください。そしたら返し縫いして端まで縫っていきます。タグとかこういう重なりがあるところは返し縫いを入れておきます。しっかりに入れといた方が隙間ができにくくなると思うので、そうしたらなんだっけ、ここ縫い代か。
縫い代のところ、ここのところを開いておきます。縫い代、これはコロコロオープナーでやるといいんだけど、ちょっと距離短いから手でも十分かなと思います。手でやって薄いからね、生地が結構すぐスーッと開きますよ。こうやってちゃんとねこうやっておくと、こう大事なのはこのね紐通し口のところ、ここの部分が綺麗になるので、特にここが重要。綺麗に開いておく。シーチングぐらいだったらコロコロ使わなくてもすぐ折り目がね、指先だけでもついてきますね。これはですね、縦の部分だけ開いていくような感じ。そうしたら今度は底をやります。そこをこうやってパカーンってこう開くと、こういう風にまちが揃うので、ここで縫っていくんですけど、今せっかく開いたんだけど、この縫い代に関しては片側に倒して、こうやって交互になるように重ねると、ここのところ、この縫い合わせのところですね、縫い合わせのところがずれにくくなるので、ここは縫い代を片倒しにして交互に留めていきます。でまた同じようにして全部4箇所やったら、ここ1センチ、ここのところ1センチで縫っていきます。で縫う時にここのちょうど重なりの部分は返し縫いしておきましょう。じゃあそれをね4箇所やっていきますよ。で4箇所やる時にこの縫い代倒した方向と全く同じ方向で、こんな感じで反対側も交互に倒して縫っていきます。このちょっと方向だけ気をつけながらね、ねじらないように気をつけてみてください。そして今こっちでこの右側に倒れたら、反対側のマチを合わせる時は最初にこうやって同じようにこうやって倒していくんですけど、こんな風にして、さっき縫ったのは白いのがたくさん見えてますね。黄色い方に倒すか。黄色い方に倒してるけど、反対側は白い方に倒すっていう風に、ちょっと交互にここもね意識して合わせてみてください。今説明してる通りにやっていくとですね、この脇の縫い代はちょっとこうねじれたような感じになりますよね。反対も同じですね。こんな感じでねじれた感じになるけど、そこはちゃんとまっすぐになってると思います。でこの底の倒す方向が、これは黄色い方に肩倒しになってるけど、反対側はこの白い方に倒すようになってます。これは内側にした時に、この巾着のここの底のところでもこう倒した方向が交互になると、ここがフラットになるんですよ。それをちょっと意識してやっております。でここまでできたところで、この返し口もうちっちゃいけどね、この返し口から表にしていきます。でご自身で作る時ちょっとちっちゃすぎたりとか、あと生地がもうちょっと厚みのあるものだったりとかする場合は、ここの部分今5センチなんだけど、ここを6センチにされるといいと思います。はい、薄い生地だったら意外とスムーズなんですよね。でここから何をするかというと、ここのパカーンとこの開いたところ、ここのところをこうやってこんな感じ、こうやって開くんですよ。こうやって両方の生地をこうやってつまむと、こうパカーンって開きます。ここが紐通しになります。でここを中に入れていきます。よし、それで反対も同じようにこうパカーンって開いて内側に入れていくとですね、この内布と外布が同時に出来上がっていくっていう風になります。なのでこのタグを、このね横の脇タブをつけたじゃないですか。その時に前後を決めておくんですよ。
例えば上下方向のある生地とかだったら逆さまに生地がなってしまうので、その方向を分かるようにするためにタグをつけるっていう意味もありますので、そういう風に活かしてみてください。可愛くない？もう形になったような感じですよね。で、私は今回マチを10センチにしたので、ここが10センチになってるはず。今10センチ、このぐらいなんかポテッとした感じの巾着にしたかったので、例えばお弁当箱を入れたいっていう場合はですね、もうちょっとマチが広がったりするけど、その分こっちのこの横幅を広げていかなきゃいけないからね。私は大体でやっちゃってますけど、なんか作りながら紙とかでね作りながらやってみるといいかもしれない。そしたら好きな巾着がすぐできますよ。デコレクションズさんの生地はシーチングで可愛い生地がいっぱいあるから、内布にしてもすごくねテンション上がります。はい、でここをこの細かく言うとここの部分をピッタッと揃えて待ち針で留めます。ここがね最終ずれちゃうとちょっと格好悪くなっちゃうので、まずここのところを留めちゃいます。ちょっと横着しちゃいますけれども、このねミシンのガイドのところを使って縫っていくので、この後ですねここの紐通しの部分を2本縫って仕上げていきます。最初に今半分にしたところはちょうど 2.5 センチじゃないですか。だからここの 2.5 センチのところを縫っていくんですけど、ここでしっかりとちょっと待ち針で1回留めてから縫っていきますね。でこれがあんまりよくずれちゃってできないわっていう方は線を引いて縫われるといいと思います。そしたらですね、縫い始めの位置だけいつも紹介してるので伝えると、ここからずっと縫っていくんですけど、このちょっと黄色の方にかかるところ 5mm ぐらいは黄色のところから縫い始めて、返し縫いしないでぐるっと縫って、縫い止まりがここになるような感じなので、ここのちょうど1センチぐらいは縫い目を重ねて仕上げていくようになります。ここのポイントが分かるとバッグ作りとか何でも活かせますので、是非活用してみてくださいね。今回のも活かしてみてください。この小物はすごくね作りやすいから、これ見終わった後すぐ作れますよ。皆さん是非やってみてくださいね。でちょうど縫い始めになって目立つので、上糸は少しここの部分ちょっと出てますけれど、これちょっと引っ張ってピピって引っ張って押さえのところでしっかり踏ませてあげます。そしたらですね、反対側のこの縫い合わせのところに今来たとこなんですけど、普段は表にした時って返し縫いをしないんですが、ここの巾着のところはですね比較的ちょっと力が加わりやすいので、この脇のところは返し縫いを入れておいた方がいいです。なのでここは返し縫いします。そうしたらですね、ちょっと見えにくいかもしれないんですが、最初の糸がねこうやってピヨーって出てるんですよ。こんな感じで糸が出てますので、その糸を根元からしっかりと切り落としておきます。そしたらここの部分縫い目を重ねます。最後ね油断してるとずれちゃうからね、ちょっと緊張しながらやんないと。縫い終わりはこんな感じになります。で反対側のさっき言ってたここの反対側のところ、ここも返し縫いしておくような感じです。そうするとここのねちょっと強度が保てますので、こんな感じで終わりです。でこのままだと紐通すとですね、この縫い代の部分がめくり上がってきちゃうんですね、ここの部分。だからそれを防ぐためにもう1本、縫っておきます。でこれはですね紐の太さによってここのもう1本縫う時の幅は変えてください。そしたら次はこの端から端までを1センチでこ
この端から端までを1センチで縫っていきます。すごい可愛い。ちょっと早く紐を入れたい。オリーブだからちょっとグリーンめいた感じの色にして入れてみようと思ってます。ちょっと可愛いんじゃないかなと思って。イエローとグレーとグリーンで、ミルムさんこれから受講される方、このお裁縫セットも作り方紹介してますので、是非受講されるタイミングでこれも受講してくださいね。多分最低期間で半年ぐらいは皆さん受講されると思うんですけど、おすすめなので、これを実際に家庭用ミシンで作ったやつですね。そのレッスンの中で結構使えます。おすすめです。はい、じゃあ紐通ししていきます。これはよく紹介するんだけど、100均で買ったやつ。ここでこうやって挟みます。穴がこういう感じで2つになったので、この上の部分には入れないですよ。この下の部分のところね、入れていきます。はい、なのでここが狭くなるとこの紐通しも入れられなくなっちゃうから、サイズは結構ねちゃんと見極めていかないといけないですね。あんまり小さすぎてもね、この金具が入らなくてってなっちゃうことありますよ。私もよくやっちゃうんですけど。じゃあ片側が通し終えたところで、ちなみにこの紐の長さは55センチに今回しています。これもお好みで長さ変えてみてください。私は単純にここ縛っちゃうだけなんだけど、よく布でくるんだりとかね、可愛くされてる方いますけどね、私はさっさと使いたいサクッと作ってサクッと使いたいので、あんまりそういうのやらないんですけど、可愛いのがいいなって思ったらやってみてください。はい、できた。可愛い。めっちゃ可愛い。あっという間にできちゃったね。なんかこういう風にやると、このリュックに入れてボンってやって、ここにこれ今度メイクポーチにしようかな。メイク用品をここにダガダガって入れてグーってやってみたいな。なんかやっぱり旅行とか行く時って、旅行だけじゃなくて手荷物とかね、カバンの中に入ってる小物とかが自分のお気に入りのものだったりとかすると結構テンション上がりません？なんかハンドメイドってほんとそういうとこいいなと思って。でちなみにじゃあちょっとサイズの方なんですが、先ほど紹介したようにマチは10センチ、そして幅ですね、そこの幅は今12センチぐらいになってます。高さもね12センチで、これがミルームさんの巾着ね。ほぼね見た目はすごく変わんないんですけど、でもちょっとサイズを変えてみたような感じです。なのでこれをちょっとアレンジしてお弁当箱にするとかもいいかと思います。お弁当入れなので、お弁当入れにする場合は今この場合だと12センチだから、もうちょっと広げたいなってなったら、この作る時の最初の幅を大きくして自分で考えてみるっていう言い方もあれだけど、でやってみるといいかと思いますね。だから結構大きな感じの巾着にはなると思うんだけど、あとサイズが難しかったら、例えば100円ショップとかに行って、例えばこのぐらいのサイズがいいなっていうのを買ってくるんですよ、自分で。でそれを元に縫い代1センチ足したりとか、ちょっと自分で測ってみて作れるものを考えてみるっていうのはいいかと思います。で旅中はね、なんかこうやって透明なのに合わせて、なんだっけ、縫いポーチって言って教えていただいたんですよね、展開に。まだレシピとかは出してないんだけど、こういうのとか、あとは4月はですね、こちらリクエストすっごく多かったので、このレシピも今準備中です。もう動画も撮り終えて、こちらが出来上がっていきますので、キーケースぜひ作っていただきたいなと思います。キットのねご用意まではねちょっと間に合わないんですけど、これもねすごい可愛いので、ショート動画で出してた時にすごく反応がよくって、皆さんすごい作り方知りたいって方多かったんで、今回は、春のレシピとして、こちらは紹介させていただく予定なので、楽しみにしていてください。